衝撃。シャンクスは元神の騎士団だった？フィッシャータイガーを救った男の正体とロキの月光。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い1週間がようやく終わり、ワンピース第1167話速報が公開されました。タイトルは飯田の息子たちです。この話の物語は前回から続きます。ハラルドはついにいわゆる贖罪の機会を得て、世界政府の任務を遂行し始め、海賊討伐に協力することになりました。彼はかつて世界政府の指令を受け、霧の海域を抜けようとする海賊船を海軍が阻止するのを手助けしたことがありました。この出来事の後、魔の三角地帯では巨大な幽霊船の噂が広まり始めました。ハラルドもそれにより、霧の中の怪物と呼ばれるようになりました。面白いですね。まさか守屋の船はこうして生まれたのでしょうか。五老星はハラルドを召喚し、彼の腕に麻美の刻印を焼き付けました。これは麻美、深海、そして最高位である深淵という3段階システムの第一歩です。これによりハラルドは世界政府の神の従人となり、軍子のように最低ランクの神の騎士に属することとなりました。ロジャーの死後、世界は大海賊時代に突入し、海軍は戦力強化のために巨人族を募兵し始めました。神の騎士団の基地でハラルドはガーリング星に出会い、即時連絡用の生物を渡されました。驚くべきことに、シャンクスは15年前に神の騎士団の一員であり、彼の腕にも同じく麻美の刻印がありました。かつてフィッシャータイガーが逃亡した際、仮面をつけたある神の騎士が彼を縛る鎖を断ち切り、逃走を助けました。その助けの手を差し伸べた神の騎士こそ、シャンクスだった可能性が高いのです。マリージョアのパンゲア城で、ハラルドはシャンクスとシャムロックに引き合わされました。彼の才能は同じく聖地の期待の星であるシャムロックと匹敵するため、シャンクスは麻美の契約に同意したばかりで、即座に神の騎士団に加わりました。ハラルドはシャンクスを見極めようとしましたが、その時シャンクスは左目を押さえていました。興味深いですね。まさかこの時すでに左目を負傷していたのでしょうか。今回の情報ではそれ以上の詳細は明かされていません。シャンクスはハラルドを名もなき下っ端と一括し、それらしく振る舞っていました。この話の展開は、シャンクスがマリージョアで世界政府や天竜人に関する情報を集めようとしていることを示唆しているようです。エルバフではイーダが既得状態にあり、治療のために異国の医師を探す必要がありました。そのためハイルディンは医者を探しに海へ出ました。しかし思いがけず、その後イーダはエストリッタの故郷から来た何者かに毒を盛られました。ロキはそれを知って激怒し、犯人のいる村を襲撃し、イーダこそが俺の唯一の母だと宣言しました。よくやったロキ。なぜ悪魔ロックスとロジャーガープがまだ激戦を繰り広げている中、イムだけが一人静かに船で立ち去ったのか。彼女は聖地マリージョアから遠距離で五老星に憑依できるにもかかわらず、最も原始的な方法で戦場を離脱することを選んだ。これはロックスの実力への信頼ゆえか、それとも言えない事情があるのか、あるいは単に船旅を好んだだけなのか。この意図的に描かれた対比描写は、イムの能力のメカニズムを徐々に明らかにしているのかもしれない。イムこそが最初に黒天支配に制御された人物である可能性がある。強力な黒天支配はターゲットに直接ダメージを与えないため、防御することもできない。その本質は、闇の力をターゲットの体内に注入し、悪魔へと転化させ、術者の意識でターゲットの元の意識を上書きすることにある。黒天支配に操られた対象は、欲望が刺激され、一時的により強力な力を得るが、その代償として寿命の一部を消費する。これは、ワンピースの基本設定、あるいは小田栄一郎の一貫した創作思想にも合致する。強大な力には必ずリスクが伴う。動物系悪魔の実の覚醒は人格を喪失する可能性があり、リンリンがソルソルの実を使って自身に黒天支配に似た能力を行使した際も、巨大化し強くなるために1年の寿命を消費した。では、イムがこの能力を使用する代償とは何なのか。おそらく一つの肉体だろう。ロックスのような強大な魂を持つ強者を転化させるために、イムは常軌を逸した力を注入し、その結果、遠く離れた聖地マリージョアの花の間にあった傀儡の肉体を使い果たしてしまったのかもしれない。そのせいで、彼女は一時的にサターン星に憑依し続けることを余儀なくされた。この時、サターン星がイムの本体となった次の適切な肉体が見つかるまで、サターン星を臨時の乗り物として甘んじるしかなかったのだ。
そこから派生してイムを倒すのが困難な鍵を推測できる。彼女は分霊箱のような設定を持っているのかもしれない。彼女の力を得たすべてのもの、五老星、神の騎士団、神の獣人など、イムから与えられた不死の力を受け入れた者は、永遠に彼女の傀儡となり、重要な局面で意識を転移させる器となる。イムを完全に倒すには、彼女の力が及ぶすべての傀儡を排除しなければならない。これがおそらく、かつてジョイボーイやデイビー・ジョーンズがイムに勝てなかった重要な理由の一つだろう。そして今私たちが目にしているイム本人は、もはや最初のネローナカのイムではない可能性が高い。彼女が受け入れたその闇の力が、彼女を最初の非支配者とし、現実における闇の代弁者へと変えたのだ。まず、皆さんもこう感じてはいないだろうか。イムの黒点支配は極めて強力だが、本体の実際の戦闘力はそれほど突出していないように見える。軍庫に憑依してブロギーと交戦した時も、サターン星に憑依して6人の強者に囲まれた時も、イムが与える印象は宿主にバフを与える存在に近い。真の強者と対峙した際、弱い相手を圧倒することはできても、圧倒的な支配力を見せることはなかった。通常状態のロックスでさえ、彼女と互角に渡り合えていた。では、もしイムの実戦能力がその程度だとすれば、800年前に最高峰の覇王色の覇気を持つジョイボーイをどうやって倒したのか。このことから、イムの真の強さは1対1の決闘にあるのではなく、その隙のない支配とコントロール能力にあることがわかる。黒点支配は、おそらくイムの基礎能力の一つに過ぎないだろう。その窃盗時にある悪魔契約は、他にも契約による効果が存在することを示唆している。以前、神の騎士団が転送される際に現れた五芒星や、いわゆるアビス、そして彼らが再生する際に浮かび上がる黒い炎など、イムに関連するすべての能力は、常に闇と悪魔という2つの革新的な要素をめぐっている。イムとサボが遭遇した際、興味深い詳細があった。サボの炎の衝撃に対し、イムは体で防御したり耐えたりするのではなく、直接口で飲み込むことを選んだのだ。これは、イムが闇や深淵のイメージに関連したエネルギーを吸収する特殊な能力を持っていることを示しているのかもしれない。そして神殿の壁画の左側では、ジョイボーイと交戦する最後の敵が太陽を握っている。これには2つの隠喩が含まれている。一つは、怪物が世界の光を盗んだことを象徴し、当時の世界が闇に陥ったこと、そしてそれに対応するのがニカやジョイボーイ、ルフィたちが代表する世界の夜明けであること。二つ目は、さらに重要な意味として、その怪物が太陽に匹敵するほどの膨大なエネルギーを吸収したため、体型が巨大化し、古代兵器クラスの力を借りなければ倒すことが不可能であることを指している。既存の手がかりから推測すると、これは国宝の力を得た当時のイムを指している可能性が高い。彼女は国宝の中で、ある超自然的な存在と最初の契約を交わし、闇の力を現世に宿す器となり、それによって強力なジョイボーイや古代王国を打ち破ったのだろう。したがって、イム本人は真のラスボスではなく、彼女の背後にいるその怪物こそが全ての根源なのかもしれない。神典で言及されている第一世界は、この存在を暗示している。第一世界の崩壊は、人は欲望に負け、禁断の太陽に触れたことに起因する。この隠喩を解釈すると、当時の人類が強欲ゆえに制御不能な力を解放し、世界の在り方を激変させてしまった可能性が高い。奴隷たちが圧政に耐えかねて自由への祈りを捧げ、そこから太陽の神ニカが誕生した。つまり、第一世界とは様々な超自然的な力が満ち溢れる神話の時代だったのだ。その時代、人々は欲望に支配されていた。ニカは最終的にこの欲望の力を封印し、それが後に天龍人が掌握する国宝となったが、その代償として欲望と結びついた夢も消え去り、世界は夢なき時代へと突入した。第二世界に至っても国宝の力は称賛せず、長い歳月の中で世界に影響を与え続けている。いわゆる虚無に息吹あり。森の神は魔を使わせたというのは、まさにその欲望を代表する虚無の力が悪魔の力を持つ植物の果実を徐々に生み出したことを指しており、これはベガパンクが悪魔の実の起源について説明した理論と相互に呼応している。悪魔の実は人類の進化の可能性への追求から生まれた。端的に言えば、この世の万物は願いによって生まれる。まさに人類の進化に対する欲望と渇望が悪魔の実を生み出したのだ。
そしてこの国宝の力をめぐってジョイボーイ、デイビー・ジョーンズ、井村の物語が展開されたのである。国宝は赤い土の大陸の中に隠されており、絶えず邪悪な力を放出している。近づく者は内なる欲望によって幻覚を見るため、国宝が安置されている場所は幻の部屋と呼ばれている。第一世界の伝説によれば、この国宝を手にした者は内なるあらゆる願いが叶えられるという。当時まだ人間であり、ネローナ家出身だったイムはデイビー・ジョーンズの協力のもと、世界を変えるほどのこの神器を手に入れた。しかしイムは約束通りデイビーの夢を叶えることはせず、自身が世界を支配するという欲望を満たすためにそれを使った。彼女は国宝の中にある悪魔の契約を受け入れ、現世における欲望と悪魔の代弁者となったのである。黒天支配の本質はまさに人の内なる欲望を刺激することであり、悪魔の力に属する。現時点で国宝を発動する具体的な代償は不明だが、イムの目的は極めて明確だ。世界の夢を抑圧し、静寂で安定した夜を維持することである。対してジョイボーイたちの究極の目的は、国宝とその力を破壊し、願いを抱く権利を全世界に返還することにあるのかもしれない。ワンピースについて過去には一つなぎと理解されることが多かったが、もう一つの可能性として業にため地が存在する。新天の隠し文の末尾にある彼らはもう会えないのだ、彼らはきっと会えるだろうという言葉が示すように、第一世界と第二世界はいずれも遺憾な形で終わっており、あたかも2つの事物が何らかの理由で無理やり引き離されたかのようだ。この世界は本来2枚の紙のように2つの部分で構成されていた。この2つの世界が再び重なり合った時、初めて真に完全な世界が構成される。その時、世界全体に天地を覆すような変化が訪れるだろう。そしてワンピースが描くのはまさにそのようなビジョンだ。世界の欠けた部分が現実と再結合し、人々の祈りが叶い、希望と可能性が世に戻ってくることである。ロジャーとルフィが抱く滑稽で荒唐無稽とみなされるあの夢の果ては、どれほど突飛なものであっても実現する可能性を持つことになる。あの名セリフ、人の夢は終わらねえこそが作品全体の最高の注釈なのだ。したがって新天の最後にある彼らはきっと会えるだろうとは、実のところ人類が夢を実現する瞬間を象徴しているのである。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。